皆さんこんにちは。スイスでバレエ留学をしているヒューマです。まずはじめに僕の動画にいつも温かい応援のコメントをくださり本当にありがとうございます。動画を始めたばかりの頃は見てくれる人がいるのか不安でしたが、チャンネル登録者数も2000人になりました。モチベーション励みになっています。とても嬉しいです。本当にありがとうございます。このバーレッスンをしている自主練の動画は2021年4月22日木曜日に撮った動画で、そしてこの日の前日のことですが、僕が行こうと思っているカンパニーからメールで連絡が来ました。以前からそのカンパニーについて質問をしていたのですが、それについての返信がなくずっと連絡が来なかったので大丈夫かなと心配だったのですが、昨日来たメールの内容としては、5月の末頃になったら外国人を受け入れてもいいよという政府からのお話がある予定だから、それが決まり次第ビザの発行手続きをするよということと、来年度のカンパニーが始まる日程のお話でした。ずっとそのカンパニーから連絡が来なかったので、ここがダメだったらどうやって動いていこうかなとずっと考えていました。コロナの影響があって国ごとにルールや取り組みが違うので、本当に今は就職が厳しいということをまた実感しました。無事にビザの発行をしてもらって契約をもらえることを願っています。きちんと決まったらまたご報告をします。この日の週についてですが、その1週間前から始まったバレエ史、音楽、解剖学、カンパニーについて学ぶ座学の最終テストが終わりました。あともう一つだけ別教科の座学のテストが残っていますが、それは6月にあるのでひとまずテストは終わりました。なのでこの日の週と前の週はテスト勉強のために夜遅くまで時間を使いました。座学の最終テストはひとまず終わったので、今まで朝8時から9時に始まっていた座学の授業がなくなります。これからは学校の朝のスタート時間が10時15分からのバレエのクラスになるので、前よりも余裕ができるため少しほっとしています。この日の2日前の火曜日に行われたカンパニーについてのテストはスピーキングでした。内容は試験官としてカンパニーのディレクターがその場にいて、そのディレクターの質問に対して答えるというテストでした。授業中、先生からは僕たちのクラスで見に行ったチューリヒバレエ団のすべての公演について、どの演目に対して聞かれても10分間のフリースピーチができるようにと指導されていました。フリースピーチの内容は、その演目に使われている音楽のこととか、どういう曲を使っているかや、舞台の演出や見せ方について話すのですが、10分間話せれるように友達と練習をしていました。しかし実際のテストでは自分が話したい講演を選ぶことができ、それについてディレクターから質問をされて答えるだけという形になっていました。なので10分間スピーキングをしなくてはいけないことや、どの作品を話すことになるのかわからないプレッシャーなどがなくなって、思っていたよりもテストは随分楽に感じました。僕は一番最近に見たチューリヒバレエ団による眠れる森の美女を選んだので、音楽は何だったか、どんな印象を受けたか、ダンサーはどうだったか、ステージのセットはどうだったかなどを質問されて、それに対して答えていきました。その次の日の水曜日はカンパニーについての授業で学んだことについての筆記テストと解剖学のテストがありました。カンパニーについて学ぶ授業は2年間あり、そのテストの質問は10問くらいありました。オーディションを受けるための準備についての質問や、ダンサーとして仕事を辞めた後どういうことをして生活をしていくか、新しいプロジェクトを立ててシフトチェンジをどうやってしていこうと考えているのかなどを問う質問がありました。またカンパニーを選ぶ際に自分が重視している内容について問われるものもありました。カンパニーでツアーに行った際に慣れない場所で踊らなくてはならない時にどんな準備をするのかなどの質問もありました。このようにこのテストは今まで学んできた知識をもとに自分の考えを書くという内容だったので、特に勉強時間を作らないでできました。5
5月からはバレエの実技のテストが始まるので、それに向けてしっかりと体を作っていこうと思います。座学の授業とテストがひとまず終わって本当にほっとしました。これからの動画は練習風景ばかりになりますが、自分の課題をこなして成長が見えるように頑張っていきます。この動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それではさよなら。バイバイ。So thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe. チャンネル登録お願いします。バイ。さよなら。